はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までの流れをタロットで見てみたいと思います。前回4月5月6月の3ヶ月分の流れを動画の中で解説したんですけれども、だいたいこういう流れなんだなっていうのが分かると、今という時間に集中安心して集中できるので、この4月っていうものがどうかっていうのをちょっとねタロットで深掘りしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月9日からですね。ソードの5、カップ4、ソード9逆、ワンド10、カップ6の逆、そしてワンドエース、スター。気をつけることや対策は、ワンドのナイト逆とカップ5の逆とオラクルはラバーズの逆です。そうですか。前のね3ヶ月の動画の時も4月の日食のあたりっていうのは見えないところから恩恵が来るので、ご自身ではどう変わってるかちょっとつかみにくいかもしれないとか、見えない感覚として来るよって言ったんですけども、ただエネルギーで穏やかというよりは結構強いんですよね。いろいろだから見えないところで何かざわざわするとか、こうちょっと不安になるということもあるかもしれませんが、うまくこなしてますよね。なんかねちょっと今のこの4月だけのエネルギーでいくと、まだその4月25日まではね水星の逆行もありますので、少し注意していただきたいというか、誤解に注意してもらいたいっていうのはあるんですけれども、何かねやっぱり乙女座の皆さんって自分が他者に対してやってることがいいのか悪いのかみたいなことをちょっと感じそうだなって感じがしたんですね。前もなんか自己ジャッジがどうですかみたいなことを聞いたような気がしますが、そのままのね自分で素直にいれば本当に可愛らしい存在というか、誰も何も責めないし、自分でそこにいていいっていう感じなんですけど、何か今特に他者との関係に真剣に向き合っていこうとか、その他者との関係の中で学びがあるよっていう時なだけに、自分が他者に対してどんな風にちゃんとできてるかとか、どんな風に評価されてるかっていうことを結構気にしやすいのかなっていうのがあります。で、今のこの4月のエネルギーって見えないところから恩恵が来るっていうのは、本当に見えない感覚を受け取るしかないので、その自分が受け取ってるかどうかわからない時っていうのは、何かが欲しいってなっちゃうんですね。誰かからの何かが欲しい。例えば誰かからの承認が欲しい。褒めてもらいたいとか、認めてもらいたいとかっていう風になるんですけど、届いてないと思っていらっしゃるかもしれないですけど、本当に届いているので、それをご自身で感じてみてくださいね。なので、もし届いてないっていうふうに思うと、なんか急に物事が不安になったり、起きてもないことを想像してみたりっていうことで、精神的に非常にナイーブになる。なんか本当はあるんだけどないと思ったら、ないないどうしようってこう不安になるのと同じで、もしかして自分で何か足りないのかも、じゃあ一生懸命何かをしなくっちゃってこうさらに自分に負荷をかけてプレッシャーをかけて自分を保とうとしてしまうっていう感じの流れがちょっとカードでは出ているので、もう全然心配ないです。それは心配しなくていいです。それは全てそういうふうにこう想像するとそう感じるっていうね。お化けとかもそうですよね。すごく部屋が薄暗くてなんとなく気持ち悪い感じがするっていう時にカタッとか音が鳴ったらなんかいいのかなとか思うのと同じで、もしその時自分が実はものすごい強固なねエネルギーで守られてるんだって、なんか例えばですけど、すごいパワーストーンを持ってるから大丈夫なんだと思ったら、どんなに薄暗い部屋だろうとこれがあれば大丈夫みたいにね、なんかそういう勘違いってあったりするじゃないですか。それ勘違いであったとしても、結局現実がどうかっていうよりも、私たちは頭のフィルターによって雰囲気によってその現状っていうのは歪んで見てしまうよねって、世界を投影して見てしまうよねっていう話で、その投影が起きやすい時ってことなんですね、この4月って。だから良くもなるし悪くもなりやすいので、ご自身が本当に今起きてることって実はいいことかもしれないとか、何も保証もないけどもしかしたら届いてるかもしれないみたいに思ってみると、ものすごくね急にね意識がすごく晴れやかになるんです。過去と未来こんなに違いますかっていうぐらい、ものすごく
すがすがしくなってます。だからよっぽど何か、きっかけがあるんだと思いますね。はっと気づいて、私ったらこんなに物事をネガティブに見ていたとか、なんか自分の妄想で物事を悪い風にしてたけど事実はそうだったんだみたいな、ちょっとしたことでバババババってオセロのね、黒いオセロが全部白に変わるみたいな感じがあるんです。でそれのきっかけっていうのは誰かからの優しさが本当に届くって感じなんですね。そうだったのみたいな、そんなに思ってくれてたのとか、そんな風に評価してくれてたんだみたいなことを感じるっていうのがあり、それを感じてから、じゃあもっと貢献しようとか、じゃあもっと頑張ろうってことですごい前向きになってやる気になって夢を追っていくみたいな、もうキラキラって感じのカードが出ていますので、もし今この動画をご覧になってるこの今のこの瞬間、ちょっと心が痛んでたとか、確かにちょっと悪い風に考えてたっていう方は、誰かに優しくしてみてください。誰かに優しくしたり、感謝を無理やりでね、何かに感謝したりでもいいし、誰かに優しくしてあげることによって脳内ホルモン変わりますからちょっとなんか嬉しくなるとか、なんかちょっと幸せな気持ちになったりとかした時に、本当に入ってくることが分かる、本当に実は受け取っていたことが分かるっていうふうになって、パパパパパーって明るくねなっていきますので、そんな風にしてみてください。なので例えばですけど、お仕事とかもこれからどうなるのかなってなんかちょっと暗い未来を思い描いてしまいそうな時に、はっと気がついて、そうだこんな道があったみたいな感じでバーッと明るくなるっていうのもありますし、またやる気になるのもあるし、人間関係においても自分がもっとこうしなくっちゃって思っていたものが、実はすごくいい評価を受けていたとか、いい関係性だったんだこれはってことを感じたりとかして、本当に物事が一転するって感じがありますね。でもこれはお仕事とか人間関係だけじゃなく、おそらく今ご自身が捉えていらっしゃる人生に対してとか生活に対しての感覚が変わるんだと思います。これはどうせとか、なんかもうだるいってなって、だるいっていうだるさを追求していくのか、そこでいやでも待ってって、こんないいとこもあるしいいとこもあるしっていいとこを増やしていくのかの違いで、ものすごく明るさが違うなと思います。で対策というか注意する点として言われているのは、その物事ってね、進めることだけがいいわけじゃないよねみたいな、何かをたくさん持ってることだけがいいわけじゃないし、順調に進むことだけがいいことじゃないと。なのでご自身が考えてらっしゃるその物事の進展方法っていうのかな、人生の進展とか、それ自体ももしかしたら宇宙が用意してくれてる恩恵のスピードと違うのかもしれないし、その流れがスムーズかスムーズじゃないかっていうことは幸せの純度に関係ないんですよみたいな感じで言われていて、なおかつ、カップの5の逆っていうのもね、本当に思ってるほど悪くないよみたいなカードなので、ご自身がふと自分の足元を見てみたら、なんだ悪くなかったみたいに気がつくのかなと思いました。そしてオラクルがね、やっぱりラバーズの逆なので、何か初めてのことが起こっている、人生初めてのことだから迷うとか、どうしようとか、どうしたらいいんだろうと思うかもしれないけど、迷うこと自体も幸せだねみたいな感じがあって、全てを全部包んでくれてるって感じがあります。陰陽のね、この勾玉ってあるじゃないですか。白と黒のね、こういう柄が入ってるやつね、あれみたいな感じですねあれみたいな感じで通じますか、このカードが。物事白い方を見るのか黒い方を見るのか、それがどっちだって一緒で、結局それ全て含めて人生だよねとか、全て含めて世界だよねみたいな感じがあって、なのでどっちが偏ったっていいし、迷ったっていいし、進んでなくたっていいし、自分のちょっとした気持ちでそのバランスっていうのはすぐひっくり返って、いい風にも悪い風にもなるけど、もしかしたらこの4月っていうのはとってもちょっとしたきっかけでものすごく明るい方に転ぶかもねっていう感じで言われてるような気がしました。はい、ということでちょっとオラクルカードをね引いてみたいと思います。乙女座さん、これかな。はい、パストライフガイドということでいいですね。カルミックレッスン
プレゼントアシスタンスということで、このカードをねじっと見て、またどんなメッセージを受け取るのか、ご自身もメッセージを受け取ってみてください。そして、どんなメッセージを受け取ったかね、コメントで教えてもらえるとまた嬉しいんですけども、私が感じるのには、やっぱり今その何か見えない恩恵を受け取るよっていうタイミングだからこそ、実はもしかしたら自分の過去世のガイドだったり、昔の自分だったり、何かご縁のあるガイドがちゃんとついていてくれてるよって感じがしました。今この瞬間にね、ちゃんとついてくれてるんだよっていう感じがしたので、それを感じて安心して今をお過ごしください。ということで、もし何かしら分かりました、参考になりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えてください。次回また4月の末ぐらいに5月のものをアップしたいと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かないい時間をお過ごしください。失礼します。